松永さん、こんにちは。こんにちは。今日は何を教えてくれるんですか。今日はですね、外の駐車場に、展示場を作ったんですよ。それを紹介したいと思います。で、一応雨の当たらないところで今お店をやってるんですけど、外のですね雨が当たるところに置いて、で日がある程度強いところに置いて、ちょっと植物を鍛えて、丈夫に育てようかなと思って、寒冷車をつけてですね、飾る場所、展示場を作りました。はい、友人と3人で1日がかりで作りました。手作りの展示場です。結構きれいにできたんで、またそれを紹介したいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ですね、まず1回失敗したんですよ。今年ですね、6月に梅雨があって、で7月になって急に暑くなったんですよね。で、普通は徐々に暑くな日差しが強くなると思ってたら、いきなり日差しが強くなってですね、いきなり雨が止んだ後すぐガンガン日が照って葉が焼けてしまったんですね。それの反省点で今回は50%の寒冷車をして、でその下でこう育てようと思っております。はい。でも葉が焼けたやつも1ヶ月家の方の寒冷車の下で育てたらですね、回復して、ダメージもなくて、もう本当はですね、葉がもう半分ぐらい落ちるかなと思ったんですけど、そういうこともなくてですね、ある程度何枚かパラパラ落ちたぐらいで、そんなダメージもなくて過ごせましたんで、それでは良かったかなと思います。今回はですね、もう、まだ今日は8月の15日なんですけど、まだ暑いんですけど、寒冷車をしてるんで、慣らしていこうかなと思っております。はい。でいろんな種類がですね結構丈夫にできているので、それを紹介していきたいと思います。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず手前はですね、ナリアランなんですよね。もう花がもう咲いてきました。3種類ぐらい置いてるんですけど、普通はですね、外の日差しがガンガン当たるところでもう綺麗に育つんですけど、今年はですね暑すぎて葉が焼けたりとかして、非常に厳しい状態のやつがありますね。はい。普段は日がガンガン当たるところで全然平気なんですけど、葉が焼けたりしてですね、ちょっと傷んだところもあるんですけど、完全に枯れたやつはなくてですね、少し葉っぱにダメージがあって、花は徐々に上がってきてるんで大丈夫かなと思っています。ナリアランですね。九州で生産している人はほとんどいなくなってですね、ある程度作ってるところはうちぐらいじゃないかなと思うんですよね、ナリアラン。はい、でもこれ背が高くなるんで、なかなか流通が難しいんで、地元の方とか、そういう方に楽しんでもらいたいと思っています。はい。春はですね、鹿児島の業者の方が買いに来られて、もう作ってる人いないからということで、鹿児島の方が結構持って帰りました。またたくさん作っちゃってよということだったんで、これもですね、今年売れなかったらまた株分けして増やそうかなと思います。でこれもですね、高芽が出たりして、増やすことができますんで、そのシーズンになったらこの増やし方とかをまたお知らせできるかなと思います。これがまずナリアランですね。今回はですね、前回響きを古川村さんの販売所で紹介したんですけども、すごく反響がありまして、だいぶ売れてありがとうございました。はい。またですね、花つきがいいのがちょっと入りましたんで、それをちょっと大きめの苔玉にしました。苔は巻いたばっかりなんですけど、花つきが良くて、去年ですね、こんな株を7月ぐらいから咲いたやつをですね、映像でインスタグラムでずっと追っていたんですけど、流していたんですけど、11月ぐらいまで咲いてくれたんですよね。それと大体同じような株を今回も紹介していきたいと思います。もうつぼみが出てですね、花が咲き始めたばっかりです。まだ2、3週間っていう、花が咲き出して2週間、3週間というところでしょうかね。はい、こんなところです。花つきがいいやつですね。で今回もですね、これ水が好きなんで、吊るすようにしております。吊るすようにして、乾いたらもうほとんど毎日やった方がいいです。毎日バケツにジャブンとつけて水を切ってからかけてやるというするとですね、花もきれいに咲きますし、苔もきれいに仕上がっていきます。はい。これがですね、響きの17っていうやつですね。今回も販売所の方で紹介して販売していきますんで、ぜひですね、今回もう響きって本当は夏の花です。
ラベニューはですね6月、7月に咲きますよと書いてありますけど、まあ、実例からいくと去年7月から咲き始めてですね大体10月、11月ぐらいまで咲いたんで結構長く咲いてくれます。はい、で丈夫です。その代わり12月から家の中に入れてやる、霜に当てない方がいいというやつですね。はい、これが響きの17っていうやつですね。はい、花がいっぱい咲いています。で今回はですね花付きが多いやつを特に焦げ玉にしましたんで、こういう形ですね。これが、響きの18ってやつですね。はい、すごく花がいっぱい咲いています。はい、もうこのままの状態でもう平気で2、3ヶ月が咲いていますんで、はい、長く楽しみます。特に夏ですねもう卵類とかない時期なんで、長く楽しめるんじゃないでしょうか。花のない時期にですね、夏の花ですから夏丈夫です。はい、でも直射日光は当てない方がいいですね。はい、まだ今のところ直射日光は当たらないところで育ててますんで、はい、これがですね響きの18ってやつですね。花がいっぱい咲いてます。はい、はい、これがですね響きの19というやつですね。19番。はい、苔は巻いたばっかりです。巻いたばっかりですけど、もう1ヶ月もすれば落ち着いてきます。はい、つぼみですね。つぼみがやっと開き始めたっていうやつですから、もう咲き始めってやつですね。はい、まあ2、3週間前からつぼみが少しずつ開き出して、やっとこういう状態になったという形ですね。これから長く楽しめます。はい、何回も言いますけど、水やりだけ頑張ってください。はい、もうほとんど毎日バケツ蛇分でいいです。ある程度こういうカンカン出入りが続いた時はですね、毎日水をやってください。で大体ですね持った時の感覚で重さで分かってくるんですよね。乾いてるか乾いてないかっていうのは。はい、慣れてくるとでも基本的にこういうカンカン出入りの時には毎日やった方がいいと思います。これがですね響きの19というやつですね。はい、よろしくお願いします。これ11月ぐらいまで咲きますかね。咲いてましたね。咲いてましたよね去年ね。はい、もう半年ぐらい咲いたっていう人結構いました。はい、で冬も咲いてるということで冬も秋も冬も春も咲いてる場合があるんですね。不定期咲きって言って、夏が一応気温なんですけど冬咲いたり春咲いたりしてましたね。はい、でもですね去年咲いた枝から今年もまた咲くということもありますんで、はい、咲いたバルブをですね私切ったよっていう方が何人かおられてですねいやそれはまずいですよということでお伝えしました。1回頭しか咲かなかったやつは来年横からですね花が咲く場合が結構多いんで、頭から咲いたやつもまた頭から出る場合もあります。ですから、古いバルビは絶対切らないように、基本的に葉っぱが落ちてから花が咲く植物ですので、その辺は葉っぱがなくなってから枯れたんじゃないかということで切ったらダメですね。はい、基本的に葉っぱが落ちてから咲く植物ですから、そこら辺は理解してください。はい、あともう一つ、前回も話してもらったんですけど、今8月ですよね。肥料はどうしましょう。はい、もう肥料はやらなくていいです。これやりました。はい、4、5、6、7月にたっぷりやってるんで、もうやらなくていいです。はい、それとですね、ちょっとおまけにマグアンプも入れてますんで、はい、マグアンプ、花がいっぱい咲く肥料ですから、悪さは去年しなかったんで、いいかなと思います。きれいに咲いてくれていますんで。はい、こういう形ですね。もう本当に花も咲いて葉っぱもあって、夏は花も葉っぱも楽しめるという植物ですね。で、夏の暑さに強いというやつですから、はい、水だけやれば夏の暑さを平気で咲いてくれます。9月10月も綺麗ですんで、ぜひ試してみてください。組織培養の苗から4、5年かかってます。でここまでが大変なんですけど、ここからはですね毎年楽しめるし、増やそうと思ったら株分けでも増やすことができますんで、はい、ぜひこれをですね購入してもらった方はですね、将来的に大きくなったら株分けもできますし、そこら辺も挑戦してみてください。はい、これが響きですね。はい、でたくさんありますけど、今回は特に花がいっぱい咲いているやつをちょっと選んでみましたんで、はい、こういう形で展示しております。はい、次は商品紹介も含めてなんですけれども、アダストラビッグリップですね。
今年はですね、これ1本が咲いたんですよ。1本が咲いて、あとは小さくて、この2本が少し出てて、これは花咲きませんでした。これぐらいだったのが、これ1本だったのが、今年はですね、4本出てきております。4本、5本ですね、これ入れたら。もうこれぐらい、今これぐらいの成長ですから、これが9月ぐらいまで成長するんで、来年結構楽しみですよね。はい。アダストラビッグリップ、多分映像でまた紹介してもらえると思うんですけど、ちょっとピンクが強いやつですね。でバルブがちょっとでかいくなって、もうちょっと長くなります。はい。これもですね、もううちに残りが20株ぐらいしかないんですけど、その中でちょっと株がいいやつを今回はですね3点販売所で紹介したいと思います。はい。でこれはですね高めが少し出て、でそれを今、2、30鉢増やしているという状態です。これはなんとか苗ができました。はい。バルブ差しもちょっとして少し小さい苗が今できているところですね。これはSDGs な存続可能なですね、持続可能な生産体制が取れるかなと思っています。アダストラビッグリップ。でも小さい苗ですからね、あとこんなになるのに3年ぐらいかかりますからね。徐々に次から次ちょっと準備していきたいなと思っています。今回特にこういうアダストラビッグリップの4本、4、5本立ちができたんで、これはなかなかないです。私もランテンとかフラワーショーとか行ってみますけど、これぐらいのボリュームのやつはなかったです。これはですね、来年花が楽しみですね。アダストラビッグリップ、大体これ自体売ってるところもないんでしょうけれども、はい、ぜひランの好きな方はですね挑戦してみてください。アダストラビッグリップのこれが1ですね。はい。今回はですね、それ以上に長くなったやつがアダストラビッグリップの2番。さっきのよりちょっと長いです。はい、ちょっと長く、微妙かな。こっちは4本出しですけどね。はい、同じぐらいですね。こっちはですね、今年咲いたのは1本です。1本しか咲かなかったんですけど、その代わり4本も綺麗なバルブが出てくれてですね、綺麗なバルブが来年は花咲かせてくれると思います。これもですね今年ちょっと出たやつですけど、花咲かなかったので来年咲いてくれるかなと思います。はい、アダストラビッグリップの2番ですね。はい。苔もですねちょっと巻いたばっかりですけれども、これも苔もきれいに仕上がってくると思います。アダストラビッグリップ、もう今時点で4、50センチありますね。こんな感じです。こんな感じですね。で9月まではこれもですね乾いたら水あげる、バケツ蛇分がいいです。ほとんど私今毎日水やっています。はい。バケツ蛇分がなかなか数が多いとできないんで、少し長めに上から水をジャバジャバやってるっていうところですね。で持って軽ければまたやるという形で、ほとんど毎日こんなカンカンデリの場合はやっていますね。はい。アダストラビッグリップの2番。でこれがアダストラビッグリップの3番ですね。大体同じですけど、これは5本立ってます。バルブが5本立ってますね。今年はですねバルブが2本立ちました。でもこれはですねバルブ差しというか高めが出たんでちょっと切りました。はい。切って本当はですね切らずにこちらの新芽に養分を生かしたかったんですけど、ちょっと高めが出たりバルブ差しをしたいということで切ったんですよね。でもこれぐらい伸びてるんで、あとはこの力で伸びてくれるかなと思います。まだ8月15日ですから9月いっぱいは伸びてくれると思うんで、どこまで伸びるかこれも楽しみだと思います。これもですね花がない今の時期ですけど、夏は観葉植物として楽しめると思います。この植物の成長を見ることによってですね、癒しにつながると言われてますんで、はい、この緑が伸びてくるのを楽しみにしてみてください。はい、結構みるみる太っていくんで面白いと思います。はい、アダストラビッグリップの3番ですね。はい、そういうところです。と全体の展示場の商品の展示場を紹介する前にもう一品だけですね、響きっていうのを商品の紹介をしたいと思います。
輪鉢がですね結構人気で、また今回、グルカラ村さんの販売所の方で、展示商品紹介したいと思います。これが響の14輪鉢ですね。もう植え替えして、バークで植え替えしてもう2年ぐらい植え替えしなくていいやつですね。で花つきがいいやつを持ってきました。はい、こういう形でまだつぼみからです少し開き始めたばっかりです。はい、これからまた開いてくるとこの辺がピンクのボール状になるんで綺麗になると思います。輪鉢ですね、7号鉢の輪鉢に植えています。でこの鉢は結構丈夫なんで何年も持ちます。はい、リサイクル商品なんですけど結構この鉢はですね丈夫で長持ちするんで、日焼けにも全然強いですね。はい、これが響の14っていうやつですね。これが同じく響の15ですね。まだ咲き始めたばっかりでボリュームはこんな感じですけど、もうちょっと満開になるとここがピンクのボール状になってきますんで、はい、響の10、これが15ですね。もう肥料はやっています。肥料やってるからもう水やるだけで、花が長く楽しめます。はい、響の15ですね。はい、これが響の16ってやつですね。はい、これも花が咲き始めたばっかりです。まだ全体的なボリューム、花のボリュームはこんな感じですけど、もうちょっと花が満開になると綺麗なボール状のピンクのボールができてくると思います。はい、響のこれが16ですね。こういう感じです。今年はですね全国的にこれが多分あまり出回らないと思いますんで、近くで見つけられる方はぜひここ買っていただいて試してみられるといいかもしれませんけど、多分売ってないです。はい、九州で売ってるところは多分うちぐらいしかないかなと思うんですね。はい、できればいろいろ探してもらって響結構いい長く咲いて、素人向けで作りやすい花デンドロビウムなんでぜひ挑戦してみてください。これの注意点は水が好きだから水切れだけは起こさないようにしてください。まあ1週間2週間やらなくても枯れないんですけど、やった方がきれいに花が咲いてきますからね。はい、水やりだけはもうほとんど毎日やってください。とできるだけ明るいところ、本当に育てやすい植物です。その代わり寒さだけは気をつけてください。まあ10月11月ぐらいまで咲いてくれて、あと12月には家の中に入れてやることですね。11月の寒さにはちょっと合わせた方がいいんで、12月霜が降りるようになったら家の中に入れてやるということでいいと思います。そしたら冬に咲いたりもう春に咲いたりしますんで、不適材で、その辺ももし花が咲いたら 2,3 ヶ月は咲いてるんで、冬咲いたらまた長く咲いてるぐらいですね。長く楽しめると思います。はい、で1回咲いたバルブからまた咲くこともありますんで、そこ辺ですね、花が終わったからといってバルブごと切ったら絶対ダメですんで、その辺は注意してみてください。はい、響のこれが16ですね。はい、今回はその響が苔玉が3点と輪鉢が3点とアダストラビッグリップが3点、これの販売所の紹介になると思いますので、そこによろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは展示場の説明をしていきます。はい。